今日はミートソースパスタを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ミートソースパスタを作っていきたいと思います。パスタの定番レシピだと思うんですけれども、ミートソースを美味しく仕上げるコツなどをご紹介していきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、トマトの缶詰、お酒、ケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、お砂糖、おろしにんにく、塩コショウ、オリーブオイル。まずミートソースはこちらの材料で作っていきます。合いびき肉に関しましてはこちらは豚と牛の合いびき肉になります。そしてトマトの缶詰ですね。今回はホールタイプを使います。カットタイプでもいいんですが、ホールタイプの方が旨味が強いので、ホールタイプがあればそちらを選んでいただくのがおすすめです。そしてお酒ですね。こちらは料理酒ではなくて清酒を使っていきます。日本酒とかをね使っていただければいいかなと思います。そして味付けのポイントです。今回お砂糖を少し加えます。砂糖を加えることで全体的にコクが出てとても味わい深い仕上がりになります。このお砂糖を入れるのと入れないのじゃね結構味が変わってきますので、こちらは必ず入れるようにしてください。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、塩、有塩バター、粉チーズ、パセリ。こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、パスタですね。こちら今回 1.6mm のパスタを使っていきます。こちらはお好みのパスタを使っていただいて OK です。あとは今回仕上げにね、バターを加えてまろやかな仕上がりにしていきます。そしてトッピングはパセリと粉チーズですね。こちらはお好みでやってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにね、ミートソースから作ります。玉ねぎをね、最初にみじん切りにしてください。やり方はね、やりやすい方法でみじん切りにしてください。はい、このように切り込みを入れて、そして切っていきます。また切り込みを入れて切りましょう。またね、みじん切りにしていきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。それではね、炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルを敷きましょう。そして火にかけます。そして全体に広げましょう。一度ね、30秒ほど温めてください。30秒ほど経ったらここにまずひき肉を入れます。あとは塩コショウ軽く振ってください。あとはここにおろしにんにくも加えてください。チューブタイプのおろしにんにくは直接ねオリーブオイルに入れるとちょっとねパチパチ跳ねやすいので、お肉を入れた後に入れていただくといいかなと思います。そしたらこちらをねまず炒めていきます。にんにくをね全体になじませながら炒めてください。火加減は中火です。はい、で全体を炒めていきます。はい、でこのように8割ぐらいですね火が通ったらここに玉ねぎを入れてください。はい、そして玉ねぎも一緒に炒めていきます。また塩コショウをちょっと振ってください。玉ねぎにね透明感が出てくるまで炒めましょう。はい、でこのように玉ねぎに透明感が出て火が通れば OK です。そしたら少しねひき肉を寄せてください。そしてこの空いてる部分にケチャップを入れます。まずねケチャップをひと煮立ちさせてください。このように一度ねケチャップだけ加熱して、そしてケチャップの酸味を飛ばして旨味をアップさせていきます。ちょっとねケチャップは煮詰めていただくと味わい深いね旨味たっぷりな仕上がりになります。一度ねこのようにクツクツひと煮立ちさせてください。はい、でこのようにね全体がクツクツしてるの分かりますかね。これでちょっとね先ほどよりもドロッとした感じになれば OK です。そしたらひき肉と合わせます。あとはねウスターソースも入れましょう。そしてお砂糖です。これでよく混ぜてください。混
混ざったらまたねこちら半分に寄せて、また空いたところに今度はトマト缶を入れます。そしてこのねトマトをまず潰します。このトマト缶の方もね少し水分を飛ばしてから合わせていきます。ちょっとねフライパンの位置をコンロの火がねトマト缶になるようにちょっとねフライパンをずらして加熱してください。こちらもね一度ね水分を軽く飛ばします。はい、で全体がクツクツしてちょっとね水分が飛んだら OK です。そしたらひき肉と合わせてください。さっと合わせたらここにお酒とあとはコンソメを加えます。そして混ぜましょう。あとはですねこのまま中火で2分ほど煮詰めてください。はい、2分経ちました。このようにね煮詰まれば OK です。これでねミートソースは完成です。そしたら続いてパスタを茹でます。フライパンにねお水をたっぷり入れて、そして火にかけます。これでまずね一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を入れます。そしたらパスタを茹でます。今回1人分ですね茹でていきます。パラパラパラーっと入れていただいて、あとはね麺を入れましょう。このようにクツクツねさせた状態で袋に記載されている時間通り茹でてください。そしてパスタ同士がくっつかないように時々ねこのようにほぐしながらね茹でてください。それでは茹で終わり3分前ぐらいになりました。そしたら最後ねミートソースを仕上げていきます。茹で時間の半分ぐらい過ぎたらこの作業を行っていただくといいかなと思います。まずこちら火にかけて再沸騰させてください。もしね水分が少ないなと思ったらちょっと茹で汁でね薄めていただいても大丈夫です。はい、このようにクツクツしてきました。そしたらここにバターを入れます。そしてバターを全体になじませていきましょう。これでね味がとてもまろやかな仕上がりになります。これでねバターが溶ければ OK です。あとはねお好みで味を整えてみてください。はい、茹で上がりました。そしたら火を止めて、そして湯切りしてください。湯切りしたら軽くねオリーブオイルを回しかけましょう。そうするとねパスタ同士が時間が経ってもねくっつきにくくなります。そして全体になじませます。そしてお皿に盛り付けましょう。はい、このように盛り付けます。あとはここにミートソースをかけて、そしてお好みで粉チーズとあとはパセリを散らして仕上げてください。はい、これでミートソースパスタの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はねお好みでミートソースをかけて、そしてあとは粉チーズとパセリを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうミートソースの旨味が引き立っててすごく美味しいです。このねミートソースとパスタのバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミートソースパスタのポイントです。まずミートソースのポイントなんですが、今回ミートソースの中にお砂糖を加えてます。砂糖をね少し加えるだけでコクが全然違ってくるので、ぜひこちらを入れて作ってみてください。そしてトマトの缶詰なんですが、こちらはですねカットタイプ、ホールタイプがスーパーに売ってると思います。今回ホールタイプを使っているんですが、ホールタイプの方がねカットタイプよりも旨味があってとても美味しいので、2つねスーパーにあった場合はぜひホールタイプを選んでみてください。そしてケチャップとトマトの缶詰に関しましては、ひき肉を寄せて、そして空いたところで少し水分を飛ばしてからひき肉と合わせてみてください。ちょっとね水分を飛ばしていただくと酸味が飛んでコクと旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてあと全て加えたらその後3分ほど煮詰めてください。そしてミートソースがだいたい出来上がったらパスタを茹でて、パスタはですね袋に記載されている時間通り茹でます。そしてパスタがね茹で上がる少し前にミートソースをもう一度温め始めて、最後にバターを加えて仕上げてください。あとはねパスタにお好みでねソースをかけて召し上がっていただけたらと思います。今回の分量でだいたいね2人分から3人分ぐらいになります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミートソースパスタを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そ
そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。